翌日、ユニットバスの床シートを貼り直してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。このユニットバスでは浴槽の塗装やドアを折れ戸に改修したり、壁の目地シールなどを行ってきました。今回はユニットバスの滑り止めで貼ってもらったシートが剥がれてきたので貼り直した動画です。もう少し接着を維持してほしかったのですが、致し方ありません。現状を見て原因と対策を検討します。新しくしても良いのですが、まだ5年も経っていません。今回は貼り直すことにして、もう少し活躍してもらいます。それでは引き続き、その試行錯誤した顛末をどうぞご覧ください。現状と対策。改めて現状を確認してみます。表面の色合いはあまり変わりないように感じます。滑り止め効果もそのままです。この部分に8センチくらいの切れ目があります。今まで分かりませんでしたが、今回一緒に接着して修復します。こちらの角からシールと一緒に剥がれてきています。接着剤はシート側に塗布したのが分かります。床側はツルツルしていますから、最初から接着効果がなかったものと推測されます。そして各辺は少し上にしゃくれ上がっています。貼り直すには押さえ方に少し工夫が必要です。ご覧のように接着剤は隅々まで塗布されていません。それが剥がれの原因ではなく、接着効果がシートにはあったが床にはなかったように見えます。なので今回接着剤は床面側に塗布することにします。目皿のシールも取れているので直します。目皿は円なので難しいですが、詳しくは5分56秒頃をご覧ください。シート接着用押さえ板の製作。シートのめくれを抑えるためにシート全体をカバーする板を作ります。900等 ×1820 厚み 9mm をカットして図のような板を作ります。目皿の部分は実測してシールを作り、ジグソーでカットします。縦方向の寸法が足りないので、右の余り板をカットして継ぎます。全体寸法はこのようになります。カットする板の寸法です。板を継いだら幅広の板を上に重ねてビスで閉じます。継ぐ板の寸法です。板はホームセンターで1300円ちょっとでした。これで特になりやすい角と縁の浮き上がりを防ぎます。パネルの加工。図面に沿ってパネルをカットして2枚の板を切り出しました。これからこの2枚の板を加工して継ぎ足します。目皿の部分はあらかじめシートを作って貼っています。これら加工の目的はすべてシート端部のめくれ防止にあります。
足りない 70mm 分を継いで、その上に 150mm 幅を重ねて接着します。こんな感じになります。表面はデコボコしていますが、裏面はフラットです。最後に目皿部分をジグソーでカットします。カットしました。継ぐ 70mm と 150mm の板同士を接着しています。あとはビスで閉じて準備完了です。排水目皿のシール。排水目皿のシールも新しくします。この部分がいつの間にかなくなっています。まずシートを作るために採寸します。枠の直径は 138mm です。目地を 4mm 見て外側のシートを作ります。シートを作る前にシールを撤去して清掃・脱脂を済ませます。ラベルシールで作ったシートです。内側の幅は 16mm、外側は床の縁に当たるので 12mm としました。普通紙の粘着シートなので非常に弱いです。ダムで水を止めてシートを貼り付けました。シール開始です。壁の目地にはアイボリーを使いました。目皿は色が濃いのでベージュを使います。シールを充填しました。このくらいの目地は指の方がうまくいきます。ペンは1回でできないので継ぎ目ができないようにうまく鳴らします。鳴らしは回数を増やしてもあまり変わらないので、切りの良いところでよしとします。シートを剥ぎます。シートは紙なのでちょっとの力加減で切れてしまいます。切れても慌てず続けます。端が少し残りましたが、これも慌てず取り除きます。取れました。目皿を戻して完成です。シート張りの準備。シートを貼る前に床を清掃してシールの残りや汚れを取り除きます。こうして床全体を見てみると接着不良がよくわかります。これから床を洗います。脱脂も兼ねて隅々までよく洗います。次に表面の目荒らしをします。使っているのは 3M のスポンジ研磨剤赤です。この部分だけ色が変わっていますが、接着剤が残っているわけではありません。このように隅々までペーパーをかけます。一通り研磨しますが、気が済んだ時点で終了です。
シートの裏側は強くペーパーをかけて取れかかった接着剤をすべて剥ぎ取ります。私は今回シートの再利用を選択しましたが、それは必ずしも最良ではありません。実際に計画される方は熟慮して実行するようお願いします。テープ養生と脱脂。シートを所定の位置に置いてシールテープを貼ってしまいます。その後シール部分をアルコールで脱脂します。コーナーなどよく確認したら準備完了です。接着剤を塗布するため半分めくります。床シートの接着。これは床シートに使う多用途接着剤です。耐水性もあり適用素材も幅が広いです。片面だけに塗りすぐ貼り合わせると 2,3 分で固まり始め1時間で強度が出て24時間で完全効果と書いてあります。今回床はこれを試してみます。半分に塗布しましたが粘性が強くあまり伸びません。時間に余裕がないので反対側も処理したら空気を抜いて密着させます。角や各辺は空気を抜いてから2センチほどめくって再充填します。撮影する時間もないほど固まるのが相当早いです。押さえ板を設置しました。時々位置を入れ替えて圧が均等になるようにします。目標は1時間です。その間自分も重りになりながらシート周りの接着剤を拭き取ります。シール工事。シールを充填しました。目皿と同じベージュです。シール剤は塗装もしないのに変成シリコンを選んでしまい失敗でした。前から持っていて使う予定もないので在庫処分のつもりでした。硬化に5から7日かかるのでその間水を直接かけないよう注意です。ヘラを使って鳴らしたらすぐにテープを取り除きます。他にシールがつかないように周りに気を配りながら取り除きます。もうすぐ終わります。最後まで気を抜かないようにします。完成。完成しました。所要時間は朝9時頃から始めて今15時です。昼を挟みましたが夜のシャワー時間にはもう少し効果すると思います。目皿周りや角の部分は接着がうまくいったようです。剥がれたらシールも含めてまたやり直せばいいや的な感覚で始めましたがとりあえず終了しました。シート接着の具合は伝わらないでしょうから見かけの部分だけでもコメントよろしくお願いします。押さえ板をわざわざ製作して挑んだ割には使用はたった1時間でした。本当に必要だったのと思った方も多かったのではないでしょうか。でもそのあたりが私のこだわりなので何卒ご容赦いただきたいと思います。ユニットバスでは前述の通りいろいろ DIY に挑戦してきましたが一旦終了となります。たくさんの方々にご視聴いただきありがとうございました。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作に
どうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。